ワルツのインタビューチャンネル。では、はい、第3部創業時の集客編ということで、引き続き第3部よろしくお願いします。はい、お願いします。はい。創業時の集客編ということで、鍋木さん、どこを創業時というふうに捉えるのがいいですかね。やっぱ2000年じゃないかなと思うんですよね。独うん。立する前あたりから、うん。やっぱりなんかこう自分が何をするんだろうとか、どういうことをしたいんだろうっていうふうに模索して結構いろんなことをやっていたので、はい。その時にはもうね、お仕事の種っていうか、きっかけはたくさんあったんじゃないかなって思います。はいはい。で、ここの第3部の伺う意図としては、やっぱり起業されてる方、もしくは起業したい方で、やっぱりね、やっぱり何が一番気になるかってやっぱりそのお金というか収入が、うん、今の会社を辞めて、じゃあどうなるんだろうとかっていう不安うん、が少しでも解消できたらなと思って、第3部ね、聞ける内容を伺ってるって感じなんですけうん。ども、そはい。ういった意味では、大学院卒業して、独立していくってなった時に、その独立、さっきのおっしゃったコンサルタントとしての独立って、収入は一定じゃないじゃないですか。うん、はい。そこへの怖さとかってあったんですか？あの、本当にサラリーマンを知らないからこそ、はい。できたことってたくさんあったなと思ってて。はい。でもサラリーマンを経験してると、今例えばこれだけのお金がうとかね、ん。っていう風なことを計算するから、逆にこう、マタニティリープで言うとジャンプ、ね、リープジャンプですけど、ジャンプができなくなるっていう風なことが大きくなるような気がするんですよ。いや、でもそうですね。私学生だったから、もらってるものは奨学金ぐらいで、もう奨学金はもう来ないけどみたいな。はいはい。そういう意味では、あんまりもう怖いものというか、そこはあんまりなかったですね。なるほど。でもうん。逆にですね、ちょっと集客編とはちょっと別の話になっちゃうんですけど、うん。見積もりとかですよ。うん。もうなんか相場も分かんなくないですか？どうやってそういうのって出しそうでてたんかな。すよね。うん。なので、逆に聞いてましたね。どあのぐらいであ、皆さんされてるんですかね。ああ、そうなはいはい。んですね。じゃあ同じぐらいでとか、なんかそういう。なるほど。で、うん。独立して、最初はどうやって顧客を増やしてたんですか？そうですね。先ほど言ったお話で言うと、こう事業プランを持っていく中で声をかけてもらって、こういう風な会社さんがあるんだけど、今その増資をね、しようと思ってるんだけど、ビジネスプランの書き換えとかね、必要なので、ちょっとそこのところ手伝ってもらえないかなとかね。ああ、はいはいあはいはい。とは、人事のインタビューというか、話を聞かせてもらう意に、その大きな企業さんの役員さん、人事うん。担当の役員さんと話した時に、こういう制度があるんだけど、やってみないかとかね、っていうふうに声をかあけてもらったりとか、あ、はいはい。なんかそういう風な、こう声をかけてもらったり、たまたまうん。こういうことがあるよっていうことが、結構いくついろんなところにたまたまきっかけがあったなっていうふうに思ってます。うんうん。でもね、なんか当時すごく合言葉にしてたキャッチフレーズを思い出したんですよ。今回のインタビューをしてもらうことで。ほうほう。恥ずかしいんですけど、それを言うと、うん。愛嬌の良さ、うん。運の良さ、うん。謙虚さ、うん。この3つが大事だって当時は言ってた気がします。へえ。でもその3つがあったかっていうのは分かりませんよ。うーん。愛嬌の良さ、愛嬌運の良さ、の良さ？運の良さ、運の良さ、で、謙虚さと。謙虚さ。はいはい。うん。でもそれを言ってるってことは、間違いなく意識をかなりそこね、やっぱしてたっていうことですよね？うんうん。周りのすごくこう成功しているように見えているそのうん。ベンチャーキャピタリストの人とか、うん。こう知り合った方々ってやっぱみんなそういう感じだったんですよね。うんうんううん。んうん。なので、そういう方からこう学んで、自分が愛嬌があるかどうかわからないけど、それやりたいですとか、なんかそういうはいはい。風な形で、仕事をさせてもらってたんじゃないかなって。うん。すごい、なんか、もうそれさえあれば、なんか大丈夫そうな魔法の言葉でもありますけどね。う魔法ん、うの言葉っていうん。か、心構えっていうかですね。へえ。あとね、なんか今おっしゃった2つ目の運の良さっていうのは、なんかもうそれ言うことで引き寄せてる感じもありますね。うん。
でも本当そうなんですよ。2000年インターネットバブルとかね、なんかね。うん。あとたまたまこの人に会って、こういう仕うん。事できないって言ってもらったとか、うんうん。それ運の良さって言えば運の良さだけど、いろんなうん。人と会って、例えばご飯を食べるとか食事をするとか、うん。友達の友達に一緒に会って話をするとか、で、そうん。の人ともう一回会ってみるとか、うん。なんかそういう、ね、独身時代で20代ってやっぱりこう機動力もあるし、体うん。力もあるし、うん。そういうふうなことをこうかなり毎日やってたなって振り返ると思います。うん。へえ。たくさんのあ、じゃ、人に会ってたと思います。へえ、そうなんですうん。ね。うん。へえ。なんかね、その、落ち着いたなべゆきさんの、印象が結構強いので、なんか、うん。動き回ってるっていううん。印象はあまりないんですけど、もうでも、動いて飲んでそうなんですね。20代すっごい飲んの頃。でました。20へ代。え。なるほど。いややっぱね、動くところに、やっぱりそういう、結果お仕事も生まれたりっていうのもあったんですね、きっとですね。うん。やっぱりどれだけあの初めての方にうん。会うかっていうことだと思うんですよね。本当に当時は1日あたりもう10人とかね、下手するともへえ。っと、うん、はあ。初めてお会いする方に会ってたり、うん。あとはそのインキュベーションの会社の社長さんのちょっとカバン持ちみたいなことをさせてもらっていたので、うんうん。経団連の方とかね、うん。当時だったらソニーの出井さん社長されてましたけど、うーとかね。うん、そういったん。方々に本当に近くで会う機会があって、直接話したりはしませんけど、楽はあ。天の三木谷さんとかね、そういう方々も含めて、うん。近くで本当に見る機会っていうのが、すごくあったのはすごく感謝しています。ううん。ーん。なんか20代半ばん時の感覚とか記憶でもいいんですけど、そういうん。う今名前が出たような方々と、触れるっていうか、その話聞くと、なんかどういう空気感なんですか？普通ですか？うん。なんなんでしょう、変な言い方ですけど、こう存在に密度があるっていうんですかね。へえ。うん。あの、滲んでないっていうんですかね。うん。なんかすごくこう、その人がやっぱいるなっていう存在感があるなっていうこう感覚もあるし、うん。あとは、なんでしょうね、こう、やっぱりパネルディスカッションとか大きなところでのイベントとか、そういうパネリストのところで並んでいらっしゃるところもたくさん見たんですけど、うん。そうすると、やっぱりなんかこう自分のことは横に置いなんか横に置いていうか、もうそこにも存在があるので、意識っていうか、こうエネルギーが外にすごくこう向かってるなっていう、へそれえ。は、すごく印象的でした。はあ、なるほど。うん。はあ。もうそういう話伺うとやっぱ、うん。自分もそうならねばというか、なりたいっていう意識にばっかなっちゃうんですけど、うそういう感ん。じなんですね。うん。なので、こう、そういう人たちのこう話を聞いてると、うん。普段のね、私たちの会話だとこう自分を小さくいや、なんかすいませんとか、うん。なんか申し訳ないですみたいな、なんかそういうこうエネルギーをこうまとってることってあると思うんですけど、うん。なんかもうそのまんまいるって、小さくもしないし、大きくもしないっていう、なんかそんなこう、あり方だったり、こう、話っていうのかな。うんうん。そういうのが当たり前のようにこうあったなって思いますね。へえ、うん。なるほど、ありがとうございます。うん。あとね、その創業時、これはなんだ、そのコンサルタントの時でもいいし、そこからコーチングに、シフトしていく時ではい。もいいんですけども、なんか、チャレンジしたこととか、もしくはうん。失敗したこととかってなんかあります？そうですね、失敗したことも結構ありますよ。すごい怒られたこともあるし、どうすっいうことですか？ごい英語で怒られたこととかも。英語で？もう当時はもうなんか英語喋るとかもすごい嫌で、喋れなうん。いから。はいはい。うん。だからなんかすごくこう英語のやり取りとかもすごい下手くそで、すっごい偉い人に、なんかどうしようもないことをこう、ほんとちっちゃいこととかを、なんかこれやってくださいみたいな感じのノリでメールをしたことがあって、すごいなんか怒られたって言い方変ですけど、怒ってはないんだと思うんだけど、すはいはい。ごいなんか後で反省したっていう記憶が、すっごい偉い人なんですけど。
恥ずかしいなっていう。鍋ゆきさんでもそういうことあるんですね。もういっぱいありますよ、もう本当に。なんかね、結構完璧なイメージを僕はあるんですけど、そんなことないわけですね。はい、いっぱい。他になんか嬉しかったこととか、まあ創業時のそうですね、創業時の部分ですね。嬉しかったこととか、なんかありますか？なんかそういう、まあ例えばなんか喜びだったこととかでもいいし。そうですね。本当いろんな人にいろんなことを頼まれて、いろんなことしたなっていうのがあって、うん。本当仕事も時々一緒にしたり、プライベートでもすごくもう年上の女性なんですごい素敵な人で、彼女にいろんな人を紹介してもらった中で、本当ツアーガイドしてくださいみたいな仕事が一回あって、フランス人の学者さんなのかな、なんか日本でいろんな企業をインタビューして回りたいっていうのを言われて、で全然会ったこともないんだけど、電話がいきなりフランス語混じりの英語がかかってきて、私も全然聞き取れないしその人に会って、でなんか愛知とかね、あとは京都とか、ああいうところにアポはその人が取ってくれるんだけど、私が一緒に会って連れてって、なぜか私が通訳してるっていういいんですかみたいな感じのはそういうでも体当たりな感じのなんかそういう仕事も、なんか今となってはすごくいい思い出っていうなるほか、どなるほど。はい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 。今まではねやっぱ本当に英語ペラペラじゃないとそういう仕事なんかできないと思って手出さないじゃないですか。うん。でも半ば友達であり独立自衛の仲間がこういうふうにって言われて、じゃあいいよって言ってやった仕事とか、すごく思い出深いですよね。なるほど。なんかあれですね、そういう破天荒な感じもすごい好きなんですね、きっと。結果的にね。結果あと、なんか全然話変わるんですけど、結構行政とかの講演とかもされたりすることもあるじゃないですか。ああいうのはもう全部紹介でなんか依頼が来るんですか？そうですね。本当に自分から何か働きかけるっていうことがあんまりってほとんどなくて、この10年。ありがたいことに。なので、来るものは拒まずで仕事してきたっていう感じなので、なんていうんでしょう、そういう講演もそうですし、例えばコーチングについてお話しするとか、そんな風なことを結構学校の中の一つの講座の中で女性のキャリアとかそういうのをお話しさせてもらうのもたまたまねお知り合いでっていうことはきっかけが多いですね。でも私来年からは2021年から本当にマタニティリープっていうコンセプトをたくさんの人に知ってほしいので、働きかけていこうかなっていうふうに思っています。これご覧の方でぜひ話してほしいという方、力さん経由でぜひお願いします。ということはじゃあ20年ぶりに動く鍋ゆきさんが見れる年になるかもしれないですね、2021年は。そうですね。いや本当に子供もね2歳超えて一番下の子が、うちちょっとワールドカップはサッカーのワールドカップごとに出産してるので、も4年ごとに次のワールドカップは出場しないよっていうふうに私は思ってるんですけど代表選出はないと思ってるんですけど、4人目はないみたいななんですけど、もうだいぶね落ち着いてきたんで、本当にそういう積極的に、自分のことは置いといて人の本当に役に立つなって思えることを積極的にやっていきたいなと思ってる中核がマタニティリープなので、はい、やっていきたいなと思っています。なるほど。なんかあれですね、一周回って創業時の集客編がまた鍋ゆきさんも始まるのかもしれないですね。いや本当そうなんですよ。人生100年時代って言われていて、兼業もかなり OK だったり副業も OK になったりとか、コロナのこういうオンラインが OK になった中で、本当に一つの仕事を一つだけのところでやるってことがもうないじゃないですか。そうですね。そういう意味でも私も今までコンサルティング担当とかね、コーチとかトレーナーとか、あと例えば翻訳とか本を書くとか、いろんないくつかのわらじを履いてきたんですけど、マタニティリープとかその都度人生の旬の中で
このこと仕事にしたいなってことを仕事にしたらいいなと思ってて、なのでこの10年はおそらくマタニティリープっていうことを本当にこう多くの人の糧にしてもらって日本のためにもなるし、これ世界でも共通するテーマなんで、世界の中でもそのことをね知ってもらって、このことをリープの機会にしてほしいなって思っています。はい。いやー、今回はインタビュー長時間にわたりありがとうございました。はい、ありがとうございました。第3部創業時の収穫編を閉じたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。